ます。はい、早速ライブを、始めていきたいと思います。では、順番にちょっとね、先に自己紹介、名前だけでもしていただきます。よろしくお願いします。こんにちは、宮島ゆきです。よろしくお願いします。はい、よろしく。こんにちは、メルボルンの上地美穂です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうぞ。すみません、こんにちは、ブリスベンの聖子です。よろしくお願いします。はい、そして、はい、ふみかです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして、はい、かなえです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、じゃあ今日はこのメンバーでお送りしたいと思います。見てる方がいらっしゃいましたら、ぜひですね、コメントなど書いてください。ちょっと待って変な時間ですけれども、もし見てる方がいらっしゃいましたら、大歓迎でございますので、ぜひですね、コメントを書いてください。さあ、では仕切り直しまして、ここから早速ですけど、今から、2025年3月は占星術、ちょっとでもね、興味がある人にとっては、ものすごい月になりそうだなというのは、こう見た中でね、とてもよくわかると思うんですけれども、なんでちょっとイベント盛りだくさんですので、その流れをね、言ってみたいと思います。まず一番大事なのはですね、2025年の3月にあるもの、ある動き。3月は金星と水星両方同じお羊座で逆行しちゃうんです。で、お羊座っていうのはこう動く全身のところなのに、そこでしかも水星と金星っていうのはどちらもとても大事な、天体ですね、が逆行してしまうということで、やはりこう反省とか休止とか過去の振り返り、逆向きの動きっていうのはどうしてもあるっていう感じです。なんでその中で自分たちのペースをちょっと落として再評価して内省する機会を与えてくれる3月です。と思いきや、そうなんですけれども、なんと1年で一番始まりのエネルギーの強い春分も同じ3月にあるからややこしくなってくるんですね。で、そうすると、なんか反省と前進、休止と変革。こういう中でいろんな交差するエネルギーの中で自分自身をどのようにね、こうモチベーションを保ちながらも焦らずに進めるかっていう、こうすごい大チャレンジ月間となります。で、特にですね、やっぱり金星と水星が逆行というのがとても大きなことで、ちょっと水星の逆行について説明させていただくと、まず、これはもう皆さん何回も聞いたことがあるぐらい、水星は1年に3回逆行します。約1ヶ月ぐらい。ということで、よくあることなわけです。まずね。で、それから水星っていうのは、会社に行ってる人は9時から5時まで。もし皆さんが子供だったら、9時から3時まで、だからオーストラリアは3時でおしまいなので、どっちみちちょっと楽しくないところです。仕事しなきゃとか勉強しなきゃとか、もともとストレスがたまるところですよね。そこでうまくいかないっていうのは、よくあることっちゃよくあることです。毎回テストの点数がいいわけでもなければ、上司に怒られることもあるし、勘違いして失敗もします、もともと。で、さらにそれが起こりやすくなるっていうことです。なので、そんなに気にしなくてもいいって私はいつも言ってます。どうせ仕事の領域のストレスだもん。ストレスあってなんぼの場所だもんっていう感じですね。でも、金星はですね、2年に1回しか逆行しません。それが今回やってくるわけですけれども、珍しいことです。で、もう一つは、金星は5時以降、学生だったら3時以降のめっちゃ楽しい時間なわけです。やったやっと推し活ができるぞみたいな。やっと趣味の時間だぞ。彼氏とデートに行ける。もう今日上司めっちゃ腹立ったけど、この後デートができるから頑張れるのに、そこでトラブルが起こる。そこで意思の疎通が、みたいに。なので、ちょっとその人生の柔らかい部分が滞るので、みんな金星逆行が、ちょっとこう、先生術師はみんな一番嫌な期間。ちょっとネガティブだけどね、言うしかないんで、と言われてます。ただ、これを解決できる方法がありますので、今日はこの後、12星座別に、この星読みナビゲーターの皆さんが、もう本当に素晴らしいんで、皆さんの解説がしていただいているので、ちょっとそれをね、お話しいただきたいと思います。で、ちょっとですね、水星の
逆行、金星の逆行、どちらでもいいんですけれども、実際に逆行中、こういうことが起こったよっていうのを皆さんから教えていただければ、みんな気をつけられるじゃないですか。なんで、ちょっと現実的な起こったことを、かなえさんなんか1個いいですか？はい、私はですね、去年の8月、ちょうど水星逆行期だったんですが、エジプトに旅行に行きました。そしたら、飛行機がことごとく遅れに遅れまくるっていう経験をしました。出発便からエジプト国内の移動から、それから帰国する便まで。で、帰国に関しては、時間が遅れただけではなくて、到着地が悪天候で急遽変更になって別の場所で降ろされるっていう経験もしましたし、で、翌日自分が、これは飛行機を、寝過ごして遅れてしまって、違うチケットをまた買い直さなきゃいけないっていうおまけまでついてきました。見事に全部ですね。で、これ皆さんも今これ見て、私も逆行中にこんなことがありましたっていうのがあったらコメントなんかに書いていただくと嬉しいですけれども、だから本当にそうなんですよ。飛行機が遅れるとか交通っていうのは水星の領域なんですよね。だから本当にパブリックトランスポートがすごく遅れたりしますし、目覚ましでっていうのはもう金井さんの個人的な責任ですけれども、それもだから寝坊もよくします。水星逆行中っていうのはみんな。だから、大事なところですね。聖子さん、何かあります？今、とっておきのやつを思い出したんですけど、かなえちゃんとかぶっちゃうので、今度それは別のところで笑い話なんでお伝えします。私の場合は、私の場合というか、主人が仕事で人を面接する立場にあった時の話なんですけど、あのこっちの面接って結構人が来るんですけど、その中からこの適材適所みたいな方を旦那さんはすごいいい方を選んだって言って、すごい大喜びで、面接が終わってトレーニングが終わって2週間ぐらい一緒に仕事をしてたんですけど、ある日突然その方がぱったり来なくなってしまい、で、どうしたのかなみたいな感じでいろいろ連絡を取ったんですけど、連絡も途絶えてしまって、で、ある日、その新しい社員の方が事務所の鍵だけ事務所に置いて、それからもうぷっつり連絡を取れなくなったんですけど、その話を私にしてくれて、主人が。で、カレンダーちょっと見てみようよって見たら、たまたま水星逆行中に彼は面接をしてたっていうことで、こういう期間にはもう二度とそういうことはやらない方がいいよっていうふうに。そうなのよ。これもでも先生術師あるあるだよね。なんかがうまいことがいかなかった時って、ついカレンダー見るよね。ね、なんか、どんな星の動きだったな、やっぱり水星逆行かとか、私もこの間、大金をもうちょっとで失いそうな、騙されてしまいそうな、私なんかもう、普段本当になかなか人を信用しないのに、出来事があって、うわ、危なかったと思って見たら、もうザ・ボイド時間だったの。だからやっぱりそういうことがありますね。なので、一応、先生術師は、可能ならば、しょうがないよね。でも、海外旅行は決まってるから、水星逆行中には旅行しないし、水星逆行中には面接しません。マインドが、うまく機能してない時だから、でもまあ言っても難しいんだけど。ふみかさん、何かありますか？はい、私も水星逆行中の話なんですけど、インターネットのトラブルがとにかく多くて、やり取りしたはずだと思って、お互いに思ってるのに、なんか途中でどっかにメールが消えてしまったりとか、あとオンラインでお給料が確認できなくなってしまったりとか、そういうトラブルがいっぱい起こったことがありました。それもリアルですね。なんか、メールのやり取りがうまくいかないことは水星逆行中以外にもあるんだけど、言っているという勘違いがついてくる。そうすると余計物事が大きくなりますけど、それが本当水星逆行の象徴ですね。勘違いっていうのはもう水星逆行の代名詞なんで、ぜひ皆さん3月は勘違いのオンパレード、だから特になんかネガティブなバッと思ったりとかしても、それは自分が勘違いしちゃってるんだにやっとかないと、相手は褒めてるのに、愛の告白を実はしてるのに嫌われてるとか思っちゃったらもうすごいもったいないですから、気をつけてください。私、金星逆行中にこんな事件があったんですけど、本当に
一方通行のいつも行く会社から自分のね、事務所の駐車場に行く、こういう細い道行ってたら、向こうから真っ黒のベンツが逆走してきたっていう出来事がありました。で、今日金星の逆行だわーって思いながら、今日から逆行だわーと思いながら、こう言ってて気をつけましょうって言ってたら向こうからバンと来て、で、なのに気をつけなきゃいけないと思ってたのに、めっちゃ腹が立っちゃって、だって私正しいから。ね、それでボンと止めて、おばちゃんと喧嘩したんですよね。でもそしても絶対向こうがどかないの。あなたが下がりなさいよって言っても下がらないから結局ほんと30分以上。でもよくよく後で考えたら、まあ損するわけだからこっちは。早くさっさと止めたいわけだから自分が下がってよかったなと思うんだけど、金星逆行中っていうのはそういう喜びの感情っていうのが少なくなっちゃうのね。普段はすごいオプティミスティックな方だと自分でも思ってるんだけど、なんかその正常に働かないというか、だから涙もろくなったりも、なんかドラマクイーンって英語で言いますけどね、すごくこう悪い言葉なんです。なんか良さそうだけどドラマクイーン。主役じゃなくて、すぐ自分が傷つけられたってなりたがるっていうふうに私もだからなっちゃったわけですね。だからそれも気をつけなきゃいけない点です。なのでですね、私のオーストラリアの先生術師のお友達はこれいつも言うんですけど、もうすぐ金星逆行よね、マキ。用意はいい？うん、今年も用意したわよ、みたいなやり取りをするんですけど、今年も来ましたから、まず用意するもの、チョコレート。甘みが人生に足りなくなります。金星逆行中は。だって彼氏とも喧嘩するし、恋愛のところもうまくいかないことが多いので、自分にご褒美ね、甘くしてあげるチョコレートの用意。それからテディベア、抱きしめてあげる。自分をこう抱きしめる相手が必要。なのでテディベア。それから鼻水いっぱい流れます。いっぱい泣くんで、ティッシュボックス。そしていつでも駆けつけてくれる友達の電話番号。これがね、4種の神器と言われてますので、皆さんもぜひですね、用意してほしいと思います。それからですね、日食と月食もあります。で、ということは、新月が、日食になって、満月が月食になるということで、これはとても大きな出来事ですね。なので、これは内省とか反省とか、やっぱりこの日食月食もすごく感情がドラマティックになりがちです。ドラマクイーンになりがちなので、ネガティブな感情に引っ張られて決めた行動は必ず後悔するというのが宇宙の。それって直感じゃないからね。なので、ちょっとね、そのこともね、しっかりと、受け止めていただければいいのではないかと思います。ちょっと3月の流れを12星座別に行く前に私の方から言わせていただきます。2日にお羊座で金星の逆行が始まって、4月の13日まで逆行します。ちなみに3月の27日から魚座へ移動しますが、ほとんどお羊座での逆行ということを踏まえての12星座別星読みになります。そして3日に水星がお羊座に入ります。14日、乙女座の満月が月食です。これは、海王星お羊座が迫ってます、今月の末に。その中での満月、乙女座の満月っていうのは、いよいよ真実が暴かれていく。特に健康とか医療とか、いっぱい真実じゃないものがあるのを私たちはなんとなく知っている。特にこういうことをやってる方たちは。でも、なんとなく。でもそれが本当に、それが証明されていくみたいな、もう医療現場ではいっぱい。アメリカがもうすでにいろいろやってますね。WHO も脱退したり、USAID の解体とかも全部その慈善事業だったり、良かれと思ってやっているはずのドネーションが違うところに流れていた。これも全部そうです。SDGs とか地球を守るためにって言ってるのも実は本当のところどうなのみたいな、こうきれい事が全部そうじゃなかったよねで暴かれていくっていうのが起こってきます。そして3月の15日に水星の逆行が始まりまして、4月の7日までですね、3月30日に魚座へ、逆行して移動しますけれども、ほとんどお羊座での逆行です。そして3月の20日、お羊座の季節が始まります。太陽がお羊座に入ります。これはとても重要。宇宙元旦と言われています。私たち先生術師はね、1月1日じゃなくて、春分の日を元旦と捉えます。つまりこの日が春分。で、春分から一番最初の新月に願い事をすると1年うまくいくと言われています。
ただその願い事はお羊座のこの、春分図に描かれている内容を反映させると願い事が叶うという、そこから新しい願い事を叶う1年間のスタートが始まります。そして3月の29日がそのお羊座の新月です。この日にドリームボードを作るんですけれども、この日がまた日食です。ってことは今年のドリームボードすごいよ。日食のですからね。しかもこの次の日3月30日に海王星がお羊座に入ります。180何年ぶりですよ皆さん。これこそすごいことです。でこの海王星は夢に関係しているし、あと暴くとか、やっぱりきれいごとスピリチュアリティとか、人道支援とかきれいごとのところが全部嘘が表面に出てくるというのがここでも起こっていきますし、この海王星がお羊に入る直前の新月ですから、この辺りにドリームボードを作ると本当に強力な夢を叶えるエネルギーにはなります。だから月食日食っていう内省しなきゃ止まらなきゃいけないエネルギー、逆行だから気をつけなきゃいけないエネルギーと、それでも諦めずに夢に向かって進むエネルギーをうまくバランスをとっていくことが、皆さんにとても大切ですよということです。ごめんなさい、コメントをほったらかしにしておりますけれども、もうなんか書いていただけると嬉しいです。まきこさん、こんにちは。あいさん、こんにちは。ゆかさん、ありがとう。ようこさん、ありがとう。ゆみこさん、ありがとうございます。さあ、それではここから12星座別知りたいですよねということで、バッと順番に行きます。まずはお羊座からなんですけど、お羊座は今言ったようにあなたのところで何もかも逆行するわけです。しかも新月も月食も、もうこれはね、お羊座の人にとってはとても大事な3月です。その自己反省っていうのは一つ鍵になります。ちょっとマイナスに聞こえるかもしれないけど、この時をやっぱり利用して自己価値観と自己表現の仕方を本当にあなたらしく、お羊座ってすっごいパワーがあるんで、あなたらしくいさえすれば絶対大丈夫なのに、あなたらしさを書いてしまっている可能性があるわけです。じゃないとこのタイミングで月食とか日食とか、もう全部お羊座のところでは起こらないから。だからもう一度生まれ変わる大きな転換期っていうふうに捉えて、ポジティブな自分自身を見つめ直す、タイミングですねというふうに捉えていただくといいと思います。プラス日常のルーティンの見直し、これ大事です。朝起きる時間、食べ物、運動するしない、一日のルーティンを、エネルギーをが回るように循環させていくっていう見直しをする3月だと思ってください。じゃあ、大石沢ゆきさんお願いします。はい。では、大石座いきます。大石座さんは内面的な葛藤が起こりやすい時期になりそうです。で、水星、金星逆行ですけれども、こういう時こそ楽しい時間を持つことをいつもよりも意識して、必要ないものを手放していくといいと思います。本当にそうですね。大石沢さんは内面の葛藤っていう心の奥にある感情とかトラウマとか、やっぱりちょっと今回出てくるかなっていう感じはあるんですけれども、反対にもっと積極的に自ら楽しい時間を持つとか、よし切り替えてカラオケでも行ってみるかとか、そういう切り替えの練習期間とも言えると思います。双子座美穂さんお願いします。はい。双子座は過去からの人間関係のテーマが浮上しそうです。人間関係を見直し、固執せずに手放す選択は、より良い、軽やかな未来への切符となります。さらに、感情の行き違いが生まれやすいこの時期、表現したいことがうまく伝わりません。ジタバタせずに内省するチャンスと捉えて、行動すると良いでしょう。開運行動は一人の時間を持てる読書がおすすめです。そうですね。だからそういうことをしてみるといいですね。なんか未来設計っていうことに対しても新たに立て直すっていうことが大事で、私も今だからいろいろと立て直しているところなんですけれども、一人でできないことをやっぱり分けてやろうかとかね、なんかそういうこともとても大事な時だと思います。あと家族。ね、居場所に関する価値観の見直しっていうのも求められるかな、付け加えるとしたら。じゃあ、蟹座ですね。蟹座は、そうか、私、いないんですよね。蟹座は私が言いましょう。そうですね。蟹座は、長期的な目標の達成っていう、
意識を持つといいかもしれませんね。蟹座って家庭的だったり、控えめだったり、柔らかい、優しいエネルギーがあるんですけど、せっかくのこの逆行中にもっとこう仕事とか、キャリアとか、社会的使命、本当は本気出すとすごい人たちが多いんですよ。本当は蟹座。だけど、こう気づかずに家族についついみたいな。このきっかけでですね、もうちょっと自分の中で本当は仕事をやりたかった自分とか正直に見直して、コミットして生き始めるタイミングにされるといいんじゃないかと思います。うちの猫が。獅子座ですか？次ですね。聖子さんどうぞ。はい、獅子座さんですけど、この3月はこれまでに学んできたことを振り返り、しっかりと、それが身についているかどうか、再びチェックするタイミングに来ていると思います。ただ、知識を増やすだけではなくて、実際にそれが本当に使えているかどうか、生かしきれているかどうかっていうのをチェックのポイントにしてみるといいでしょう。さらにですね、今の自分にとって不要なもの、ものだけじゃなくて、日々の習慣とか思い込み、特に収入に関するあり方とかを、に関する固定観念っていうのも見直してみるといいでしょそうですね。なんか思い込みの中で来ている可能性がすごく獅子座はあって、まあ、ちょっとこう獅子座の運気の流れがあんまり良くないね、ちょっと数ヶ月っていうのがあったんですけれども、だからまあ思い切ってね、執着を手放してしまうといいかもしれません。乙女座、ふみかさんかはい、乙女座さんはこの時期見えていないお金についてのテーマが強くなります。過去に未解決のままになっていたお金の問題に再びぶつかるかもしれません。お金に関する後悔を手放す良い機会としましょう。で、セルフイメージを書き換えるのにもいい時期となりそうです。そうですね。なんか今それ言ってピッと本当に思い出した。うちの娘が乙女座なんですけど、あの、お金、そうですね。見えてないお金、いい加減にしてちゃダメだっていうので今ハッとしましたけど、うちの娘たまにこう、ちょっとした何かこう、フィルムに出たりとか、ちいちゃな CM に出させてもらったりしてるんですけど、こっちって本当にね、日本で吉本のタレントさんとかも、ちょっとワン舞台やって5000円とかっていうじゃないですか。こっちってこんな10秒出るだけで何万円ともらえるんですよ。こんなちびでも。本当に。だからなんか私もいい加減だし、彼女も別に自分であれなんで、こう、いくつかやったののお金がこうちゃんと入ってるかってあんまり見てないんですね。で、ちょっと、そういえばママ、2ヶ月前にやったCM のお金入ってるなんつって、そういえば全然入ってないね。みたいなのをちょっとさっきやってたんですね。だからやっぱり自分の中でしっかりしないといけない。オーストラリアってね、こういう国ですんで、なんで自分がちゃんとしなきゃなと思いました。天秤座、どなたでしょはい、かなえう？はい。です。はい、天秤座。人間関係、特にパートナーシップのテーマで見直しが必要です。過去に起こった問題が再燃焼しやすい時です。心の内側に残っていた相手や自分以外の他者に対するあらゆるネガティブな思いをこの機会に一掃してしまいましょう。そうすると開運につながりそうです。そうですね。まさに人間関係のところでもう本当に月食、日食、逆行、こう全部ね、しんどいところですね。でも天秤座さん、もともとは本当はすごくこう社交的で、とても調和に溢れていて、素晴らしい人間関係をね、一番築けるところだから、多分だからハードルが高いとは思うんですよね。私たちよりも調和を保てる人だから、それができるよっていうことかもしれない。特にパートナーシップっていうのは今テーマかもしれませんね。さそり座。さそり座さはい。んです。この時期はですね、健康や仕事の面でもう一度見直す出来事が起こるかもしれません。体調が揺らぎやすい時期でもあるので、無理をせず自分のメンテナンスを大切にしてください。また、これまでの人間関係や SNS 等の使い方についても見直すタイミングです。本当に自分が共鳴できる人たちとの時間を費やし、未来のビジョンに合わないつながりというのは手放していくとすっきりしそうです。
そうですね。まさにその通りだと思います。未来ビジョンとかそのつながりのところに今回の3月のね天体のテーマが全部さそり座さんは集まってるなと思いますね。じゃあ次は伊手座美穂さんかな。はい。いて座は過去の楽しかったこと、好きだったこと、クリエイティブな活動を思い出したり、振り返ってみるのに最適な3月になります。一方、仕事では何々するべき、こうあるべきというエネルギーや古い価値観を見直し、手放していくと新しい使命が見えてきそうです。そうですね。なんかその過去の振り返りの中でなんか昔私本当こういうの好きだったのになんでやめちゃったんだろうみたいなね、そういう自分が楽しかったことをもう一度思い出してみる、やり始めてみるっていうのはいいんじゃないかなと思いますね。で、ヤギ座さん、ゆきさんかな。はい。ヤギ座さんは、自分の考えや信念に固執しすぎると、家族とのコミュニケーションの中で誤解が生じやすくなります。自分の視野を広げるチャンスだと思って、この新しい考えの中で必要ないものに気づいていって手放していくと良いと思います。そうですね。あの、皆さんもしね、なんか質問あればコメント書いていただいてもいいんですけど、なんかね、家族のテーマですね、ヤギ座はね、3月ね、それから自分の信じるものっていうものの見直しっていうところかもしれません。水亀座ふみかさん。はい、水亀座さんはコミュニケーションやインターネット、情報の分野で混乱が起きやすい3月になりそうです。自分のこだわりに固執せずに、ポジティブマインドでいろんなことを受け入れていくことが、開運となりそうです。そうですね、本当にコミュニケーション、SNS のやり取り、情報交換というところにテーマが水亀座は3月ね、ありますね。でね、逆行もしてるわけだから、かなりチェックしてやらないと、間違ったとか、あとなんかね、SNS とかだと、ついクリックしちゃったら、スパムだったとか、もうその人が悪いわけじゃなくて、騙してる方が悪いわけだけど、なんかすごい自分でも罪悪感を感じて苦しんだりする時もあると思うので気をつけましょう。最後、魚座かなえさん。はい、魚座。収入やお金の使い方の見直しが必要です。今、自分が当たり前のように持っている持ち物や日常に改めて感謝をし、物欲からの浪費や無駄遣いに注意しましょう。また、自分にとって本当に必要な人間関係を再確認し、表面的な付き合いを手放すと、さらに開運につながります。その通りですね。なんか持ち物、人間関係も、それから本当物質的なものをひっくるめての、執着っていうのがあるとダメですね。そしてこれも欲しい、あれも欲しい、あれも欲しいって言って洋服とかいっぱい買っちゃって、あれよくよく考えたらこれ同じようなの2枚買ってるわみたいにならないように実際気をつけるっていうことも大事ですね。身軽にしていくということです。私なんて本当に好きな色がいくつかあるんで、何も考えないでいっちゃうと、また同じ色買っちまったってことがよくあるんですけどね。さあ、そんな感じで皆さんちょっと12星座別のね、エネルギーを気をつけていただければと思います。ということで、今日はここまでにしたいと思います。またですね、この今言ったよりも3月いろいろあるわけです。日食、月食、逆行全部1個ずつ取り上げていかなきゃいけないことだし、特に乙女座のね、エネルギーとか海王星のエネルギーはもう、これを見てる人とか私たちが大好きな世界ですよね。のところでの大どんでん返しみたいなのが起こるということですから、また近づいてきましたら、細かく個別にも動画を上げていきたいと思います。ということで、最後まで見ていただいてありがとうございました。皆さんもありがとうございます。またね。コメントいただいた皆様ありがとう。みかこちゃんも最後駆け込みありがとうね。